今日はですね、雨の中、高速道路を走っているんですけれども、なんでそんなことをしているのかというと、前回タイヤのインプレッションとしてお届けしたミシュランのパイロットロード3、あの時はですね、ドライコンディションにおけるパイロットロード3の非常に良好な性能を、お伝えしたんですけれども、あの撮影の時はですね、非常に好天に恵まれて、実はこのミシュランパイロットロード3の大きな売りの一つであるウェットコンディションでのテストができなかったんですね。なので雨が降るタイミングを狙っていたというところなんですけれども、今日のテストの車両、前回のですね CB1300 スーパーフォアから CB1300 スーパーボルドールになっているんですけれども、基本的にはですね、同じ車体なのでフィーリングはそれほど大きく変わらないとは思うんですけれども、そしてですね、前回同様空気圧は正確に合わせてあります。タイヤの構造としては2つの大きな特徴があるんですけれども、まずその1つが2コンパウンドテクノロジーです。これはですね、前回もお伝えしましたけれども、前後のタイヤそれぞれタイヤの先端付近は耐摩耗性重視のコンパウンド、そしてタイヤの両サイド、こちらはですねグリップ性能重視のコンパウンドを採用しているということで、これによってロングツーリングなどにおける良好な耐摩耗性、そしてワインディングなどを走る時の非常に力強いグリップ感、これを実現しているということで、スポーツツーリングタイヤとしては非常に理想的だなと、そういう感じがしています。そしてもう一つの特徴なんですけれども、それが今日の主役になると思うんですけれども、 X サイプテクノロジーという技術が投入されています。前後タイヤともに一般的なタイヤよりは多くのサイプ、溝というよりは細い切れ込みですけれども、これが刻まれているのが分かると思います。これによって路面に存在する水の膜、これを切り裂いてタイヤの設置を確保しようと、これがですね X サイプテクノロジーの大きな目的となっているわけです。実はこれはですね、単純にタイヤの中心に向けて刻まれているわけではなくて、その水を切り裂きやすいように角度をつけてタイヤの表面に刻まれているんです。今日はですね、その X サイプテクノロジーの効果をはじめとして、このミシュランのパイロットロード3、レインコンディションの中で徹底的にテストしてみたいなと思っています。実は今日この高速道路に到達するまでにかなりの距離市街地を走ってきたんですけれども、市街地といえば一番怖いのは、例えばマンホール、そして路上のペイントですね。雨の日にそういったものを乗り越えるのは非常に怖いんですけれども、このミシュランのパイロットロード3、そういった部分をですね意図的に踏んでみると、やはり明らかに滑る、確率が少ないですね。そして滑ったとしてもその滑る量が少ない、スライド量が少ないような気がします。こういった特徴はですねこの高速道路でも同じで、例えば高速道路上、路面につなぎ目があると思うんですけれども、車体がですねちょっとでもバンクしていると、フロントタイヤリアタイヤともに一瞬ですねグリップを失って車体全体がぐるっと震えるような時があると思うんですけれども、当然滑りやすい鉄材の上を走っているので、グリップを全く失っていないということはないと思うんですけれども、ただそういった時でも非常に良好な排水性を発揮してくれているせいか、滑る量、そして滑る確率、それはですね明らかに少ないと思います。例えばですね、関東でいうと首都高ですね、首都高、雨の首都高なんかも非常に怖いポイントあるわけですけれども、そういった部分でですね、ちょっと怖い思いをしたなという方はですね、このミシュランのパイロットロード3、非常におすすめです。こうした高速道路をですね、淡々と走っている時も、やはりですね通常のタイヤよりはウェットコンディションでの、路面の接地感、それが強いような気がしますね。レインコンディションにおけるレインチェンジも一発でスパッと、狙った位置に収まるという感じで、非常に気持ちよく高速道路、雨の中走ることができます。注目していただきたいのがこのタイヤの上げる水しぶきの多さですね。バックミラーを覗き込むとちょっと分かるんですけれども、一般的なオートバイ用のタイヤよりは派手に水しぶきを上げているようなところがあって、これはですねおそらく X サイプテクノロジーの効果なんじゃないかなと思っています。サイプがですね非常に効率よく路面の水の膜を切り裂いて、メインのグルーブが遠心力によって、吸い上げた水を、弾き飛ばしている、そんな様子が、見えるんじゃないかなと思いますけれども、やはりですねこの X サイプテクノロジー、ミシュランがですね、ウエット性能が自慢だというだけのことはありますね。これはですね、ミシュランのパイロットロード3を履かせた
ホンダの CB1300 スーパーボルドールで、いつものワインディングを走り始めたんですけれども、やはりですね、雨天のグリップ、これはですね、確かなものがあるなと、そういう感じがします。これだけですね、雨天の確かなグリップ力が感じられるタイヤっていうのは、過去にちょっと記憶にない感じがしますね。それぐらいですね、このミシュランのパイロットロード3のこの雨天でのグリップ、これはですね、非常に頼りがいがあるなと、そういう感じがします。またちょっと雨が強く降ってきましたけれども、このホンダの CB1300、皆さんご存知の通り、ホンダ独自のコンバインド ABS ということで、リアブレーキ用のペダルを踏むだけで、フロントタイヤも路面に食いつかせながら減速できるという、そういった感じが非常に強く伝わってきます。雨のワインディングを走るときはですね、車体を縦気味にするというのがセオリーなわけですけれども、そうは言っても極率によってはやむを得ずオートバイ、車体をですねバンクさせなきゃいけないという時もあるわけですけれども、そうした時もですね、このミシュランのパイロットロード3、これぐらいのペースで走っている分には本当に滑る気配も見せないです。雨のコンディションだとブレーキングの時、フロントはあまり使わずにリアブレーキだけで対処する方も結構多いと思うんですけれども、このホンダの CB1300 スーパーボルドールですけれども、こうしたですね、リアブレーキ引きずりながらのコーナーリング、こうした時もフロントタイヤには制動力が配分されているわけですけれども、フロントタイヤ全く不安感がないです。リアタイヤもですね、非常に路面によく設置してくれているなと、そういうフィーリングが強いです。今ワインディングなので、マンホールとかはあまりないんですけれども、それでもこういったペイントがあったりとか、ところどころ滑りやすいポイントというのがあるわけですけれども、そういったポイントを通過するときでも、このミシュランのパイロットロード3、全く不安感がないですね。前後ともにグリップ力は本当に素晴らしいなと、そういう気がします。それとですね、あと、フロントタイヤが非常によくグリップしてくれているので、ハンドリング自体も非常にナチュラルですね。これがですね、非常にいい結果を生んでいるなと、そういう気がするんですけれども、やっぱりですね、こういった雨のワインディングとなると、どうしても肩に力が入ってしまって、それが逆にフロントタイヤにストレスを与えて、場合によっては転倒というようなこともあると思うんですけれども、これだけですね、フロントタイヤが路面に食いついてくれている、こういう感触が強いと、自然とですね、肩からの力も抜けるので、転倒のリスクが少なくなるんじゃないかなと、そんな気がします。このミシュランのパイロットロード3ですけれども、スポーツツーリングタイヤということで、当然ロングツーリングなども視野に入れたタイヤとなっていて、トレッド面に数多く刻まれたサイプですけれども、これはですね、非常に深く刻まれていて、なんとメインのグルーブと同じ深さまで刻まれているんですね。なので、基本的にはこのタイヤのライフが終わるまで、このサイプは消えないということで、これだけですね、良好な、ウェットでの性能を確保してくれているサイプが、タイヤを使い切るまで残っているというのは非常にありがたい仕様になっているなと、そういう気がします。ロングツーリングでですね、一度出てしまえば運悪く雨に遭遇することもあるでしょうし、またこの季節、全国的に梅雨入りしたということで、当然オートバイに乗る機会はですね、少なくなる季節ではあるんですけれども、そうは言っても、例えば通勤や通学など、どうしても雨の中でもオートバイに乗らなきゃいけないと、そういった方も多いと思います。そんな中でも、少しでも雨によるスリップのリスク、転倒のリスクなどを減らしたいと考えているライダーにとっては、このミシュランのパイロットロード3、最適なタイヤなんじゃないかなと、そんな風に思います。Good evening, ladies and gentlemen. Crazy.